想像してみてください。ある洞窟の中にですね、ロボットの動力源である大切なバッテリーと、今にも爆発しそうな時限爆弾が並んで置かれているんです。はい、かなり危ない状況ですね。そうなんです。で、リスナーであるあなたは、最新鋭の AI を搭載したロボットに、バッテリーを取ってこいって命令するわけです。ロボットは洞窟に入って、見事バッテリーを掴んで戻ってきます。ただそのバッテリーの上に乗っていた時限爆弾も一緒に、そして大爆発が起きると。なるほど。目的は達成したけれど、巻き添えになる危険性を、全く考慮できなかったわけですね。これ笑い話のようですが、実は AI 開発の歴史において非常に有名なパラドックスなんです。何百億円もかけたスーパーコンピューターが5歳の子供でもやばいってわかるような当たり前の危険をスルーしてしまうんですよ。いわゆるフレーマ門梅の古典的な例ですよね。私たちが普段見ている AI の賢さと現実世界で求められる常識の間にはまだとてつもなく深く濁った海が広がっているということを示しています。そうなんです。だからこそ今回の深掘りではこの濁った海の正体と AI の現在地、そして人間を超える知能AGI とか ASI とか呼ばれるものがもたらす未来についてがっつり飛び込んでいきます。はい、よろしくお願いします。今回のソース、情報源としてはですね、AI ポータルメディアの AI スマイリーの豊富な記事群だったり、各種の解説動画、それから AI エージェントエクスポ2025とか AI エクスポ大阪2026といった実際の博覧会に足を運んだ参加者の生の声などを集めています。かなり最前線のニュースから現場のリアルな熱量まで網羅されていますね。最近 AI のニュースばかりで少し情報過多に感じているあなたのために今日のミッションは非常にシンプルです。AI は本当に思考しているのか、なぜ簡単なことでフリーズするのか、そして2045年のシンギュラリティに向けて私たちはどう備えるべきか、この核心を解き明かしていきたいと思います。非常に重要なテーマですね。よし、これを紐解いていきましょう。まず最初に整理したいんですけど、私たちが今スマホとかパソコンで普通に使っている AI と、これからやってくると言われている AGI って根本的に何が違うんでしょうか？そこはすごく大事なポイントですね。現在私たちが日常的に触っている AI、例えば文章を生成するチャット GPT とかクロード、あるいはユニクロのアプリなんかで質問に答えてくれるチャットボット、これらは専門用語で弱い AI とか特化型 AI と呼ばれているんです。弱いと言われてもですね、正直私よりずっと文章を書くの早いですし、めちゃくちゃ賢い気がするんですけど。はい、確かに特定の作業においてはもう人間をはるかに凌駕しています。例えば情報源の中にもありましたけど、東京都が食品ロスを削減するために使っている需要予測システムとか。ありましたね。あとは J リーグが過去のデータや天候から観客動員を予測してチケットの価格を変動させるシステムなんかも紹介されていました。これらは膨大なデータを処理する能力においては驚異的なんですよ。ですがあくまで与えられた特定のタスクしかできないんです。需要予測の AI に明日の天気をもとに私の悩み相談に乗ってよと言っても機能しないんですよね。なるほどな。つまり現在の AI は超優秀な工場ラインの作業員みたいなものですね。決められた作業をさせたら右に出る者はいないけど、急にちょっと工場の経営方針を考えてよって言われてもフリーズしてしまうと。非常にわかりやすい例えですね。それに対してこれから目指している AGI、汎用人工知能というのは、今の言葉を借りるなら空気を読んでプロジェクト全体を回せるマネージャーに近い存在なんです。マネージャーですか？はい。初めて直面する未知のタスクにも自律的に適応して、複数の分野を横断して文脈を理解し、課題を解決できる知能のことですね。ということは AGI は私たちが特に細かく指示を出さなくても、今この作業が必要だなって自分で考えて動いてくれるわけですか？その通りです。そしてさらにその先には、人間の理解や処理能力をはるかに超える ASI、人工超知能の素材が控えているんです。ASI ですか？ソフトバンクグループの孫正義氏は、ソースの中で10年以内に ASI が実現して知のゴールドラッシュが来ると予測しています。たった10年以内ですか？いや、想像以上のスピードですね。なんでそこまで急激に開発が推し進められているんでしょうか？それはですね、特に日本においては非常に質素な社会課題があるからです。よく2025年の崖なんて呼ばれますが。
古い IT システムが限界を迎えるというやつですね。はい。経済損失が爆発するリスクがすぐそこまで来ています。さらに、2040年問題として、深刻な労働人口の減少も避けられない状況です。なるほど。人間が足りないからこそ、自ら思考して複雑な社会変化に臨機応変に対応できる AGI が社会インフラを維持するためにどうしても必要なんですね。そういうことです。でもそこでちょっと立ち止まって考えたいんですけど、AGI が空気を読むとか、人間のように臨機応変に対応するって言いますけど、それは本当に私たちの感情とか文脈を理解しているんでしょうか？と言いますと、いや、ただ膨大な過去のデータから、人間がこういう表情でこういう単語を使ったときは、こういう確率でこの言葉を返せば正解だ、みたいな、めちゃくちゃ複雑な計算式を解いているだけなんじゃないかなって。なるほど。ここで興味深いのはですね、AI の研究者たちがどのようにしてその計算式を人間の認識に近づけようとしているかというアプローチなんです。ほう。現在の AGI 開発は、主に3つの要素を掛け合わせて進められています。マシンラーニング、認知アーキテクチャ、そして認知ロボティクスです。ちょっと待ってください。専門用語が並びましたね。認知アーキテクチャっていうのは具体的にどういう仕組みなんですか？簡単に言うと、人間の脳が情報を処理する順番や仕組みそのものをコンピューター上にモデルとして再現しようとする試みです。脳の仕組みそのものをですか？ええ。従来の AI はただデータを丸暗記していましたが、AGI ではディープラーニングで大量のデータを処理しつつ、強化学習という手法を組み合わせるんです。強化学習。はい。AI が行動を起こした結果、うまくいったら報酬、つまりスコアを与えて、失敗したら減点する。そうやって何が適切な行動かというのを試行錯誤しながら学ばせる仕組みですね。なるほど。それで人間の思考回路そのものを模倣しようとしているわけですね。でも模倣はあくまで模倣ですよね。見せかけのパターン学習でしかないのか、それとも本当に思考しているのか、その境界線ってどうやって判断するんですか？実は人間と機械の知能の境界線をどう測るかという議論は、コンピューターの黎明期1950年にまで遡るんです。イギリスの数学者アラン・チューリングが提唱した機械は思考できるかという問いに刃を発するチューリングテストですね。あ、チューリングテスト。テキストチャットで人間と AI が会話して、審査員が相手は人間だと思い込めば、その AI は知能を持っているとみなすという有名なテストですよね。ええ、そうです。審査員の 30% を騙せれば合格とされました。そして2014年、レディング大学で開催された実験で、ついに合格したとされるプログラムが現れたんです。おお、ついに。それはどんな AI だったんですか13歳のウクライナ人少年ユージン・グーツマンという設定のプログラムです。彼は見事、審査員の 30% 以上を騙すことに成功しました。13歳の少年ですか。すごいですね。ところがですね、この結果に対して AI の権威であるレイ・カーツワイル氏から即座に強烈な反論が起こったんです。なぜですか？ルール通りに騙せたなら合格なんじゃないんですか？カーツワイル氏は指摘したんです。そのプログラムは、英語が母国語ではない13歳の子供という設定を盾にしただけだ、と。なるほど。つまり、質問に対してちぐはぐな答えを返しても、審査員が勝手に、ウクライナの13歳だから、英語が少し変なんだなって脳内で補完してくれただけだというわけです。会話の時間も短かったですし、真の知能と呼ぶには値しないと批判されました。なるほどな。審査員の思い込みというバグを利用したある種のハッキングみたいなものですね。その通りです。そして、この AI は意味を理解しておらず、
ただ計算で騙しているだけだという批判を最も的確に表しているのが、哲学者ジョン・サールの中国語の部屋という有名な思考実験なんです。中国語の部屋、それはどんな実験なんですか？想像してみてほしいんですが、ある密室に中国語が全く理解できない人が閉じ込められているとします。全くわからない人ですね。はい。で、その部屋のドアの隙間から外にいる人が中国語で書かれた質問の紙を差し入れてくるんです。中の人にはものすごく分厚いマニュアルが渡されていまして、そこにはこの記号の羅列が来たらこの記号の羅列を書き写して返しなさいっていうルールだけが書かれているんです。意味はわからないけどマニュアル通りに記号を書き写すだけなんですね。そうです。中の人がその通りに記号を書いて外へ返すと、外にいるネイティブの中国語話者から見れば、この部屋の中にいる人は中国語を完璧に理解して流暢な返事をしてくれていると思い込みますよね。確かに外から見たらそう見えますね。でも実際には中の人はただ図形を書き写しているだけで、中国語の意味は一文字も理解していません。これが現在の AI がやっていることの正体だという批判なんです。うわ、それはすごくしっくりきます。まるでスペイン語の意味を全く知らずに旅行用のフレーズ集の丸暗記だけでスペイン語のテストに合格するようなものですよね。見せかけだけは完璧だという。まさにその通りです。でもここからが本当に面白いところなんですけど、もし AI が私たちを完璧に騙せて完璧に正しい答えを出してくれるなら、本当に思考しているかどうかなんて、あなたにとって現実問題として重要なのでしょうか？便利で役立つなら別にそれでいいんじゃないですか？これは重要な疑問を投げかけていますね。一見すると、結果が同じならプロセスはどうでもいいと思えるかもしれません。はい。しかし AI が意味を理解せずに表面的な模倣をしているだけだと、現実世界の複雑な状況、特に想定外の出来事に直面した時に致命的な欠陥を露呈することになるんです。想定外の出来事に弱い。それが冒頭でお話しした爆弾とバッテリーの話につながるわけですか？つながってきます。冒頭の物語は哲学者ダニエル・デネットが提唱したものです。最初のロボット R1 が爆弾ごとバッテリーを持ってきて爆発してしまった後、開発者は副次的な効果も計算するようにと改良した R1D1 というロボットを洞窟に向かわせました。今度こそ爆弾を取り外してバッテリーだけを持ってくるはずですよね。ちゃんと計算するなら。ところがですね、R1D1 はバッテリーの前でピタッと止まり、そのままフリーズして爆発に巻き込まれてしまったんです。なんでですか？なぜかというと、R1D1 はバッテリーを動かしたら天井が落ちてこないかとか、壁の色が変わらないかとか、あるいは自分のモーター音がコウモリを驚かせないかと、目的とは全く関係ないことまで無限に計算し始めてしまったからなんです。なるほど。これを AI 開発における最大の難関、フレーム問題と呼びます。目的達成に必要な枠組み、つまりフレームの中だけで考えることができないんですね。人間なら壁の色なんて今は関係ないだろうって一瞬で判断できるのに。マッカーシーとヘイズの電話帳の例も有名ですね。AI に電話番号を調べさせた後、AI は番号を調べた後もその人は電話を持ち続けているかとか、その人の髪の毛の数は変わっていないかといった人間なら考えもしない当たり前の前提まで計算の対象にしてしまうんです。いやー、AI って賢いのかバカなのかわからなくなってきますね。なんか願い事の裏の裏の裏まで深読みしすぎて結局何もできなくなるランプの魔人みたいです。確かに。他にもそういう弱点ってあるんですか？はい。例えば、破局的忘却という現象があります。これは AI に車の運転を完璧に学習させた後、新しく電車の運転を学習させると、車の運転方法を完全に忘れてしまうというものです。完全にですか？そうなんです。人間なら、車はハンドル、電車はレバーと分けて記憶できますよね。でも AI は脳のネットワーク全体を使って計算を上書きしてしまうため、過去の知識が壊れてしまうんです。それは困りますね。さらに、AI がなぜその結論に至ったか、複雑な計算過程が開発者にも全くわからない。ブラックボックス問題も深刻です。なるほどな。つまり AI を本当に賢くするためには、知識をもっと多く学ばせるんじゃなくて、実は無駄な情報をいかに無視するか、つまりスルーする力を教えなければならないということですか？まさにその通りです。そして驚くべきことに、その解決の糸口は私たち人間の持つ
適当さや曖昧さにあると考えられているんです。適当さですか？はい。実は私たち人間も、このフレーム問題を論理的に計算して解決しているわけではありません。人間は暗黙知という言語化できない経験則を使って、不要な情報を一瞬で感覚的に無視しているんです。暗黙知。情報源にあった電子レンジと猫の事例ですね。電子レンジの説明書には、猫を入れてはいけませんとは書いていませんが、私たちは常識として最初からその選択肢を除外していますよね。ええ。でも AI にとっては、説明書に書いていない以上猫を入れるという選択肢も料理を温めるための無限の選択肢の一つとして計算対象に入ってしまうと。そういうことです。では、どうやって AI にそのスルーする力を持たせるのか。ここで株式会社グリッドなどの事例が参考になります。彼らは強化学習に加えてアンサンブル学習という技術を組み合わせています。アンサンブル学習。それはどのように機能する仕組みなんですか？アンサンブル学習というのは、例えるなら5人の専門家に意見を聞いて、一番極端な意見を弾き、多数決や平均を取るような仕組みです。なるほど。多数決ですか。はい。一つの AI モデルだけで判断させると、突拍子もない計算の迷路に入り込んでしまうことがありますが、複数の異なる AI モデルに同時に計算させ、その予測を統合することで、これが一番妥当な常識の範囲だろうという選択肢に絞り込むことができるんです。複数の脳で相談させて極端な思い込みを防ぐわけですね。面白いですね。これを大きな視点と結びつけて考えてみると、非常に興味深い事実が浮かび上がってきます。私たちが普段、人間は適当だとか曖昧だと思ってネガティブに捉えがちな性質こそが、実はこの情報過多な現実世界を生き抜くために、極めて高度で洗練された情報処理メカニズムだということです。いやー、人間の適当さこそが最先端の AI 開発の最大のヒントになっているなんて、なんだかちょっと勇気づけられますね。そうですね。では、もし AI がこのフレーム問題を完全に克服し、人間の暗黙知を手に入れ、真の意味で文脈を理解する AGI が誕生したとき、その先にある未来はどうなるんでしょうか。レイ・カーツワイル氏は2045年に技術的特異点、シンギュラリティが来ると予測していますよね。はい。コンピューターの性能が指数関数的に向上するというムーアの法則や、技術の進化が次の進化をさらに早めるという収穫加速の法則を根拠に、AI の知能が全人類の知能の総和を超える地点として2045年が予測されています。2045年、もうそんな遠い未来じゃないですよね。このシンギュラリティの到来について、情報源では様々な専門家の意見が紹介されていますが、見事に真っ二つに分かれています。どんな意見があるんですか？開発は人類の終焉を意味するかもしれないと非常に悲観的な警鐘を鳴らしました。自分を改良し続ける AI に生物学的な進化が遅い人間は太刀打ちできなくなるという見解です。まるで SF 映画のディストピアみたいですね。一方で、先ほども触れた孫正義氏などは、人類上最大の革命が来ると非常に楽観的です。病気の克服やエネルギー問題など、あらゆる課題を ASI が解決してくれると。かなり対照的ですね。はい。さらに、スタンフォード大学のジェリー・カプラン教授のように、そもそもロボットには、生物のような独立した欲求、つまり生存本能や支配欲がないのだから、あくまで人間のための道具に過ぎないという冷静な懐疑論を唱える人もいます。なるほど。人類滅亡か、ユートピアか、それとも単なる便利な道具か。見方はそれぞれですけど、どの未来が訪れるにせよ、私たちの社会システムが根底から奪われることだけは間違いなさそうですよね。間違いないでしょう。雇用のあり方は根本から変わり、多くの作業が自動化されるはずです。それに伴って、人々が働く必要がなくなる可能性を見越し、最低限の生活費を無条件で支給するベーシックインカムの導入も現実味を帯びて議論されています。はいはい。しかしですね、最も深く考えるべきなのは、何が善で何が悪かという倫理観の基準が人間から AI へと移ってしまう可能性なんです。倫理観の基準が移る。つまり AI が膨大なデータを計算した結果、人類全体の幸福のためにはこういう価値観で生きるべきだと人間の感情とは全く違う結論を善と定義するかもしれないということですね。そういうことです。つまりこれって結局どういうことなんでしょうか。
もし AI が私たちの倫理の基準や社会のルールまで決めるようになるとしたら、私たちはテクノロジーを使いこなすユーザーから完璧な知能に飼いならされるペットになってしまう危険性はありませんか？だからこそ社会全体で考え続けることが求められるんです。私たちは AI を人類を評価する敵か、全てを救う味方かという単純な二元論で捉えるべきではありません。ええ。重要なのは AI という新しい知能とともに私たち人間に何ができるのかを問い直すことです。AI は膨大な情報の処理と最適化を得意としますが、ゼロから意味や目的を創造し、想定外の事態に泥ぶらしく立ち向かうのは人間の役割です。AI にはフレーム問題があるけれど、私たちには暗黙知という世界を適当にでも力強く捉える武器があるわけですからね。その通りです。だからこそ、リスナーであるあなたには、これからの時代、単なる知識の詰め込みではなく、対人ビジネススキル、リーダーシップ、そして何より想像力を磨くこと、つまり自分自身の学び方そのものをアップデートすることを強くお勧めします。なるほど。情報源にあった AI エクスポ大阪2026や AI エージェントエクスポ2025に参加した方々の声がまさにその姿勢を体現していましたよね。人が不足していく中で効率が上がることに期待できるとか、自分が知らない AI の活用方法、新しい発見があったとか。前向きな声が多かったですね。はい。現場の人たちは AI に支配されることを恐れるのではなくて、強力なパートナー、自分の能力を拡張するツールとしてポジティブに捉えようとしていました。素晴らしい姿勢だと思います。情報過多なニュースの波に飲み込まれて恐れる必要はありません。これからの時代、AI という強力なツールを手にした私たちにとって、最も重要なスキルは、正しい答えを早く出すことではなく、AI に対して何を問うかを見極める力なんです。まさに同感です。さて、今回の深掘りも終わりに近づいてきましたが、最後にあなたに一つの挑発的な思考実験を提案したいと思います。はい。情報源の中で孫正義が将来 AGI は単なるアシスタントを超えて感情や長期記憶を持ち、あなたを導くパーソナルメンターになると予測していました。ありましたね。もし数年後、あなた専用の完璧な AGI メンターがスマホの中に誕生したとします。その AI はあなたの過去の全データ、検索履歴、性格、健康状態、そして完璧な論理と倫理観に基づいて、あなたにとって 100% 正解の人生の選択を提案してくれるようになります。究極のメンターですね。はい。今日のお昼に何を食べるべきか、どの仕事に就くべきか、誰と結婚すべきか、あなたはその完璧な指示に逆らうことができるでしょうか？失敗しないと分かっている完璧な AI に従い続ける人生は、果たしてあなた自身の人生と呼べるのでしょうか？ぜひ明日 AI ツールを開いて質問を投げかけるときに少しだけ考えてみてください。人工知能という存在は、ただの便利な電卓ではなくて、私たちが人間とは何か、自分の意思とは何かを問い直すための深く濁った、しかし自分自身を映し出す鏡のようなものなのかもしれませんね。まさに。その濁りの中にこそ私たちの本当の未来が隠されているのだと思います。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回お会いしましょう。